流線形になりましたよね。こう既視感のないね新しさっていうのを、これも空力のためです。お得感があると思うんですよね。本当にこの値段で出したんか。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆきです。今日はですね、本日報道解禁を迎えました新型リーフご紹介したいと思います。もうイメチェンもしましたし、やっぱりね3代目になったのが電気自動車の中ではこのリーフだけということもありまして、いろいろと本当に新しくなってますが、実直なね改良というのがやっぱ国産モデルの魅力だと思いますので、こちらですねご紹介していきたいと思います。まずは内外装と使い勝手ご紹介しましょう。今日も最後までご覧いただけたら嬉しいです。チャンネル登録と高評価で応援してください。それではフロントフェイスご紹介していきたいと思います。もう顔がね全然違います。ちょっとですねデザイン的にやはり先進的にもなりましたし、大きく変えようという気持ちもすごく見えます。全体的にですね日産デザインがですねV モーションっていうのからもう脱却してるのかなというような印象も受けますけれども、このデザイン実はですねこの美しいだけではなくて非常に空力を考えたデザインというところが今回のポイントになってくるかと思います。はい、このようにですねグリルレスのデザインが非常に美しいです。この辺もちょっと凹凸のあるデザインなんですけれども、なぜこういうアクセントをつけているかというと、空気の流れをですねきれいに後ろに流すためと、このために本当にミリ単位でですね風洞実験でこだわってきたという話なんですよね。なんですけどそれがうまくですねカーデザインと一致しているのが面白くて、やっぱねこの囲われたこの丸の中すごく気になりますよね。でこれを縁取るのがライトなんですが、はい、すごく凝ったライトです。造形が面白いですよね。かなり大胆です。ここもなんかフレンチブランドみたいな感じの印象を受けます。流し角がたくさん使われていて、わかりますかね。ライトの中もこのユニットもそうなんですけども、ここにもたくさん流し角が使われています。それではライトをオンにしてみたいと思います。はい、ライトオンです。右左ハザードにしてみましょう。はい、そして今回ですねこの下の部分もご注目いただきたいと思います。実はですねグリルシャッターがついていて、必要な時は閉じます。でこの辺の、例えばですねここも切り立ったような形状にしていて、本当に機能的なデザインになっています。ですから結構ね端正なんですけれども、このラインが全てねパフォーマンスのためと思うと、また高感度の持てる感じになってくるかなと思います。はい、なのでボンネットのところねここが結構段々になっているっていう。さあそれではサイドビューです。サイドビューも非常に流線形になりましたよね。これちょっと短くなってるんですけれども、室内光はすごく広くなっているということでですね、後で室内もチェックしてみたいんですけれども、この空力のデザインもですねこのリアに向かってしっかりとこう流れるような感じのデザインになりました。なんかリーフってこんな長かったっけって思うんですけれども、ローでワイドな感じ、横からも出てますよね。はい、今回ですねプラットフォームが変更されました。フラッグシップの、EV のフラッグシップでありますアリアと同じプラットフォームを使ってるんですね。それによりまして合成ももう飛躍的に上がってますし、またちょっとね形の方もですねそれに従って、変化をしてきたのかなというようなことを思わせます。やはりプラットフォームねしっかり変わると、走行面に求めるものとか空力に求めるものの要件が上がりますので、こういったね空力デザインっていうのが余計に効いてくるのかなといったような想像もできますよね。さあよりしっかりした空力性能を求めて、ここがですねこのフラッシュサーフェイスの格納式の電子ノブになりました。ちょっと私が今キーを持っちゃっているのでですね閉まってなかったんですけれども、ここがはいこのように格納されます。非常に美しいですし、ここやっぱりね清涼に効くんですって。なおリアのドアノブもここになりました。すごいかっこいいですよね。このドアノブがあることには賛否両論あると思うんですけれども、デザイン的にはやっぱすごく美しいです。さあそれではタイヤとホイールです。今回ダンロップのタイヤ履かれてますけれども18インチ、でも大きく見えますし、実際問題ですねどんどんこうねモデルがこう熟成するごとにタイヤの径は上がっていて、でそれでもやっぱりね航続距離とそれから運動性能っていうのはすごく上がっているということと、あと燃費が伸びている、航続距離が伸びているっていうのがそのパワーユニットのね進化っていうところにもつながっていると思います。でこのですねホイールに関しましては、電気自動車でおなじみのような感じですけれども、ここもグラフィカルでとても日産らしいデザインだと思いますけれども、すごくね実は触ると立体的ですけど、閉じていてここも航続距離に寄与しているかなという感じがしますね。
個人的にはですね、このリアエンドに向けての就職するラインがすごくおしゃれになったなと思います。本当にフレンチ SUV のようなね、そんな佇まいになりました。アリアもすごいおしゃれだったので、リーフがこれぐらいおしゃれになってくると、代替モデルの方にも魅力的になってくるかなと思います。さあ、それではリアビューです。もうリアもね、すごいですよね。真っ黒で、これがなんかちょっとプロトタイプカーのようにも見えてですね、少しこう既視感のないね、新しさっていうのを演出してるかなと思います。こっから上真っ黒ですよ、だって。で、こっから下が、ちょっとボディのね、カラーが入っていて、また黒でサンドイッチしてるっていう。で、ここがですね、少しダクテールみたいな形状になってるんですけれども、このキュッとした角度もですね、もちろんこの中に空気を入れずに綺麗に後ろに流すというようなもう角度を何回も調整してこの角度に決めたんだそうです。ここがね、本当に面として美しいですし、本当にね、こう有機的なねラインになっている、人工的ではなくて何かこう法則があるかのようなそのラインになっているというのもすごく見どころだと思います。後方を見てね、両サイドのこのエンド部分が切り立ったなって思った方いらっしゃると思うんですよね。これも空力のためです。これもですね、しっかりとここに巻き込まずにですね、ちゃんと後ろに流すということをすることによってですね、航続距離も伸びますし、燃費も伸びます。そういったためにここすごく切り立った形状にしたと。このね、リアのバンパーのところ特にそうなんですけれども、ここをしっかりとね切り立たせることによってこの空力っていうのをかなり向上させたということなんですね。はい、また見えないんですけれども、実はですね、このアンダーのフロアのパネルもですね、実はかなりフラットになっています。で、これはですね、タイヤのジャッキアップのところとかまでもちゃんとフラットにして、あとですね、サスペンションの周りのところね、こういうところにもですねちゃんとカバーをつけてですね、なるべくフラットにして、この空気抵抗っていうのをこう稼いでいるというお話もありました。こういうところはですね、日産はやっぱりモータースポーツね、フォーミュラ E に出ておりますので、こういうですね競技からの由来の技術っていうのもすごく多く入ってるんじゃないかなと、プレゼンテーションではね、そうはおっしゃってませんでしたけれども、そうじゃないかなと思わせるところがたくさんありますね。さあ、それではラゲージルーム行きたいと思います。手動なんだ。あれ、電動？手動ですね。さあ、このラゲッジがねやっぱ狭いんじゃないかと思われる方いらっしゃるかと思うんですけれども、結構あります。後ろがシュリンクしているので、このルーフの高さもちょっと心配だったんですけれども、見てください、結構なねラゲージスペースじゃないですか。しかもこうねボードも取れてこんな感じです。ですからこれを下にすることもできるんですけれども、下これ取ると結構な、ほら、そこにねあるわけね、バッテリーとかがね。ここちょっとねボコッとしてますけれども、これを取るとこっちにも深いものを入れれますし、なんかねプレゼンの資料で見るとゴルフバッグ横に入ってたんですよね。確かにここのえぐりがあるので、横にですね積んで2本入るといったような資料もありました。電気自動車イコールラゲッジルームが狭いといったような先入観はこれでないかなと思います。しかし価格もあれですけど、電動じゃないのね。ここまで綺麗なのに電動じゃないのはちょっとだけ惜しいですが、その分軽量化されていると思いましょう。軽量化さあ、それではなかなか時間がないのでですね、駆け足でいきたいと思いますけれども、はい、インテリアです。綺麗です、本当に。これはですね白い方のインテリアをねご用意いただきましたけれども、これにブラックバージョンもありましてね、グレードが上と下と2つあるんですけれども、これ上の方のグレードになります。かなり豪華です。で、このようにここはですねファブリックを使ってます。さくらもこういうところにファブリック使ってましたので、ファブリックを使うというのはやっぱりねこのトレンドでもあるんですよね。そしてこれが合皮、もうすごく嫌な言い方すると合皮なんですけれども、すごくハイクラスな、フェイクレザーといったような感じですね。もう今はエシカルレザーとか言うんでしょうか。ちょっとねパールのようなものが入っていてとっても綺麗です。さあ、そしてシート自体もですね、これは後でね私は日産のシートにはもういろいろありますのでね、過去の日産動画ご覧ください。後でしっかりと評価させていただきますよ。ただ見た目はすごく綺麗です。ここにちょっとねドアと同じような柄が入ってますけれども、しっかりとエンボスもしていて違う素材のように見せているというところもですね、表情の違い、これねニュアンスとかそのトーンの違いというのを見せることによってたくさんの素材を使っているように見せて、それで高級感を出すというような感じなんですけれども、とっても上手ですよね。さあ、それでは乗り込んでみたいと思います。いやー、足元がすごい広いんですよ。まずスターター押してみましょうか。スタータースイッチあります。 EV ですが、
はい、グラフィックもねおなじみ日産のものになってるんですけども、やっぱり日産といえばプロパイロットということで 2.0 入りました。普通のプロパイロットの設定もあるみたいなんですけれども、上位グレードに関しましてはプロパイロット 2.0 が入っております。でこのですねモノリスと呼ばれるですね2枚のパネルを1枚にしましたこのようなですね、大きなガラスパネルが入っていて、これが非常に見やすいというような感じです。そしてこの辺ですね、ドアのトリムと同じようにですねこのパイピングも入ってとってもね質感が高いです。これは男女問わずにですねクリーンな印象としてとても好感度が高い部分だと思いますし、またですねここにも入っているのですごく車内が明るく見えるんですよね。ここもとっても綺麗な部分かなと思いました。あとシンプルです。このシフトのボタンなんですけれども、これがここに入ることによって足元がねほらここに何もないんですよ。すっごい足元がフラットです。広々です。で、ここの横にですねドライブモードもありまして、これワンペダルとかもね選んでいけると。で E ペダルはこれですね、一つボタンが独立しているので、ここで、こうオンオフを独立したボタンとしてすごく使いやすくなっている。であとオートパーキングのねアシスト、これもすごくね信頼性高いので、これを押すとですね駐車枠を車が探してくれて、そこに勝手に止めてくれるというものですけれども、パーキングアシスト、ここもすごくね使いやすい。日産のやつはね精度が高いと思います。そしてカメラ押すと、はい、この360度のねカメラも入れ替わりまして、非常にこちらも使いやすい。でこれアラート出てますけど、ここに私の三脚置いてるのをねちゃんとこう知覚してアラートが出ました。今消えましたけどね。はい、といったような感じでカメラの切り替えもしっかりとできますが、その情報がですね全てすごくシンプルになっているので逆に使いやすいんじゃないかなと思います。はい、そしてもちろんですね他にもいろんな機能がありますよという感じなんですが、全体的にこのプロパイロットが入っているですねステアリングのところもデジタルになりまして、ここもすごく先進的ですよね。あれこんなだっけ、これここからだよね。他の車まだ入ってないですよね、このデジタルのこの静電式のパネル。めちゃめちゃいいじゃないですか。これクリックでプロパイロットね設定できたりとかで、メーカーとしてはその一つたくさんのボタン使うんじゃなくて一つのパネルで使えるようになるので部品点数を減らせるといったようなメリットもあると思います。今回本当にですねお値段が上のグレードで、だいたい600万ぐらい、ね、今日の時点では発表されてないんですけれどもだいたい600万ぐらい。ね、で下のグレードだとなんと520万ということで、すごい性能も装備もこんなに上がっているのにもかかわらずですねお値段ほぼ据え置き、もしくはちょっと安くなってるみたいなねすごい大胆な値付けをしてきました。企業努力だと思います。はい、なのでこういったプロパイロット 2.0 が入ったりとかするとお得感があると思うんですよね。なのでこういうねもう本当涙ぐましい努力でそういうことが成り立っていると、むしろねだからオーナーさんにとっては応援したくなる気持ちになってるかなとなってくるところかなとも思います。はい、そしてこの辺がそのドリンクのユニットでここに、非接触充電がねこれ撮影用のやつが置いてくれてますけども、こんな感じでここに非接触充電があって、それからストレージがあるといったような感じです。そして今回ですねなんと、このガラスルーフがつきました。でこのガラスルーフがですね遮熱性のガラスを使っているので、とあるガラスルーフのメーカーなんかはですね熱いなんていうねクレームが入っていて、それに対する対処をですねモデルチェンジのためにしているというメーカーもありますけれども、これね本当に熱くないんですって。でそれの温度のデータも見せていただいたんですけれども、今日もすごいいい天気ですけど、ここにね手を当てて多少熱は感じますけれどもそんなにこうジリジリする感じはしないといったような感じです。でこれのおかげでですねヘッドクリアランスが高いので、ちょっと後部座席行ってみましょうか。はい、後部座席です。座った時のですねヘッドクリアランスが非常に、担保できるというのがこのガラスルーフの一つのですね、メリットでもあるそうなんですね。実際ですねシートの位置とかは後ろに下がったりとかして、確かにですねすごいそうリーフってこんな車大きかったっけって乗ると思うんですよね。乗りましょうか。そしてEV っぽいですね変な腰高感みたいなのもないので、こう乗っていくのもですね意外とスルンと乗れる感じもします。日産はねもう本当に最初も申し上げましたけれどもリーフの導入が早かったですので、世界で初めて3代目まで進化しているということが非常に大きなですね商品的な魅力でもありますし、信頼性の証でもあると思うんですよね。で後ろから見るとこんなですよ。だってめちゃくちゃ広いですよね。めちゃくちゃ広くて、そして私の膝前もすごいっていうね、なんじゃこれ。そしてこの頭上のクリアランスも本当になかなかです。
結構ねこの視覚的な圧迫感がないので、そういうね見た目のメリットっていうのもすごく大きいかなと思います。そしてシートベルトが前で言うの忘れてたね、こうちょっとねブルーっぽい色でね、これもこのトリムに合わせてあってすごくおしゃれね、スタイリッシュですよね。こういうところは質感ね、日産さんすごい頑張られたんじゃないかなと思います。何回も言うけど、さっきのね値段の種明かしでも言いますけど、これは今日発表されてるから、今日はもう発表されてるのかなと思いますけど、本当にこの値段で出したんかって思うぐらいの質感です。ここにシートヒーターもあるし、ね、USB のタイプ C も2つあります。で下に今回ですね、その電源としても使えるっていうのがすごい大きなメリットで、実はアクセサリーでここにですね挿して、このリーフ自体をモバイルバッテリーにするような後付けのですねコネクターが標準装備になりました。ですからちょっとしたキャンプとかそういうことにも対応できますし、もちろんね災害時にも対応できるといったようなメリットもあります。車の使い勝手も成熟してきたよというところが、非常に大きな商品的な魅力だと思います。自分でできる、簡単早くて効果抜群、ダイヤモンドプラスシラさん50です。というわけで今日はこちら日産リーフ新型内外装と使い勝手編をお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。この次の動画で走り編ご紹介していきたいと思います。走りもですねすごく変わったそうなので、私もこれから乗るのでわからないんですけれども、皆さんぜひこちらもご期待ください。それではチャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆきでした。バイバイ。